はリンゴドーナツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はリンゴドーナツを作りたいと思います。今回はですね、サクサクふわふわザクザク食感、この3つの食感を楽しめるとても美味しいドーナツを作っていきたいと思います。で、リンゴをね、丸々1個使って、かつですね、ホットケーキミックスで作るのでとても簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、リンゴ、ヨーグルト、卵、サラダ油、グラニュー糖、シナモンパウダー、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。今回はこちらの材料でね、簡単に作っていきます。そしてリンゴなんですけれども、こちら1個ね、だいたい 250g です。そして今回はね、ヨーグルトをね、中に入れていきたいと思います。で、ヨーグルトを加えるととてもね、生地がふわっとして美味しく仕上がります。ヨーグルトはね、無糖タイプのものですね。こちらは水切りをしなくて OKです。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに生地を途中まで作ります。というのも一番初めにリンゴを剥いてしまうとリンゴがね変色してしまったりするので、リンゴは途中で剥きたいと思います。ではここに卵を割り入れます。サラダ油、そしてヨーグルトですね。こちら水切りしない状態で入れてください。入れる前にすごくね水っぽくなってる場合は出ている水分だけ拭き取ってください。これで混ぜます。はい、このようにしっかり混ぜておきましょう。生地はね一旦ここまで作っておきます。続いてリンゴの皮を剥きます。まずリンゴを半分に切って、そしたらまた半分に切ります。やり方はやりやすい方法で OK です。一旦ね皮を剥きましょう。でまずね半分だけ切っちゃいますね。これを1センチ幅ぐらいにね切りましょう。ざっとで大丈夫です。そしたら縦半分ぐらいに切って、あとは1センチ幅に切っていきます。こんな感じでねざっくり切っていただければ OK です。でこちらも同じように半分に切ってまた1センチ幅に切ります。こんな感じでねコロコロと切ってください。では残りもね同じように切っていきます。はい、リンゴの準備はこれで OK です。丸々1個このように角切りにしてください。ではこの中にね切ったリンゴを入れます。はい、こんな感じで入れます。そして混ぜましょう。このように混ぜました。それではここにホットケーキミックスをね振るわずにこのまま入れちゃって OK です。はい、そして混ぜましょう。で最初はねちょっとポソポソしてるんですけど、だんだんねまとまってきます。はい、このようにね粉っぽさがなくなれば OK です。最初はねちょっと水分量少ないかなと思うかもしれないんですけれども、だんだん混ぜていくと生地が馴染んできます。で目安としてはねこう指で触ってちょっとつくぐらい、そのぐらいの硬さになります。卵の大きさとかでも多少ね生地の硬さとかが変わると思うので、もしねこれよりも緩くなってしまった時はホットケーキミックスを少し加えてください。で逆にもボソボソで全然まとまんないっていう場合はヨーグルトをね小さじ1杯ずつ加えてみてください。生地の準備はこれで OK です。はい、ではねバットを用意していただいて、ちょっとね薄くサラダ油を塗っておいてください。今の状態で生地を丸めると手にね生地がベトベトっとくっついてしまいますので、このように手にもサラダ油を塗ってください。このぐらい取っていただいて、でちょっとね棒状にしていきます。ちょっと転がしてこんな感じのね棒状にしていきます。ではね残りも同じように棒状にしていきましょう。はい、このように棒状に丸めました。丸めるときはやっぱりねサラダ油を塗ってから2個ぐらいやるともうね手にベトつき始めるので、そしたらねまたサラダ油を塗って丸めてください。もしねこう手でやるのが嫌だなっていう場合はスプーンですくってそのままね揚げ油の中に落としていただいても OK です。ちょっとねそれだと棒状にならないんですけど、そういったやり方でも OK です。それではねだいたいそこから1センチから 1.5 センチほどの油を注ぎます。でもしね油の節約をしたい場合はこれよりもちっちゃい鍋に入れていただくといいかなと思います。はい、そして火にかけます。今回はですね160度の温度で揚げていくので、それまで油を温めます。では適温になったので揚げていきます。で目安としては菜箸を入れた時にゆっくり菜箸の先から細かい泡がちょっとずつ出るくらいですね。そのぐらいになれば OK です。それではねやけどしないように入れていきます。で10秒ぐらいするとぷかっとね浮かんでいきます。
で入れる時はね本当にやけどしないようにだけ注意してください。あんまりねキツキツに入れないようにね揚げていきます。でこのまま160度をキープしながらだいたい3分から4分ほど揚げていきましょう。で時折ねたまにこうやって転がしながらね揚げていきます。今ねだいたい3分30秒揚げました。でいい感じのね揚げ色になったので取り出します。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。はい、このようにリンゴもザクザクで美味しそうに揚がりました。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、このように全部揚げ終わりました。それでは今からトッピングしていきます。まずねポリ袋を用意していただいて、そこにグラニュー糖とあとはシナモンパウダーを加えます。でこのシナモンパウダーは苦手な場合はグラニュー糖だけで OK です。でそしたら一度ねこれをシャカシャカします。袋を開いてドーナツをね入れていきます。でドーナツねこれ熱いうちにやらないとグラニュー糖がつかないので、揚げたてすぐにねグラニュー糖をトッピングしてください。入る分だけ入れていただいて口を持ってシャカシャカします。で全体にグラニュー糖とシナモンパウダーをまぶしましょう。こんな感じに仕上がりました。これで完成です。ではね残りも同じようにグラニュー糖をまぶしていきます。はい、では今からねスプーンで揚げ油の中に生地を落とす方法をご紹介します。スプーンに薄くサラダ油を塗っていただいて生地をこのようにすくいます。であとはもう一つのスプーンで油の中に落とします。はい、でこんな感じでね生地をねスプーンですくって落としてという感じで揚げていただいても OK です。手を汚したくない場合はこういった方法で揚げてみてください。はい、でスプーンで落とした感じのやつはこのような感じに揚がります。なのでお好みのやりやすい方法で揚げてみてください。はい、これでリンゴドーナツの完成です。こんな感じに仕上がりました。外側がサクサクで中がふんわりしてとても美味しいドーナツに仕上がってます。こんな感じでとても美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。リンゴのザクザク感が最高に美味しいです。そして外側がサクッとしてて中がとてもふわっとしてるのですごく美味しいです。これね今まで作ったドーナツの中で1、2を争うぐらい美味しいです。このリンゴのシャキシャキ感最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のリンゴドーナツのポイントです。まずリンゴなんですけれども、皮を剥いてだいたい1センチ角ぐらいの大きさに切ってください。切り方はね、やりやすい方法で OK です。今回の生地を作る時のポイントなんですけれども、生地にヨーグルトを加えました。このヨーグルトを加えると、とてもね、生地がふわっとした仕上がりになります。ぜひね、ヨーグルトを入れてみてください。で、このヨーグルトは水切りもいらないので、とても手軽に作れると思います。そしてホットケーキミックスを混ぜてからなんですけれども、最初はね、ちょっと水分量足りないんじゃないかなっていうぐらいなんですけれども、だんだん生地が馴染んできてちょうどいい硬さになってきます。どうしてもボロボロしてしまうっていう場合はほんの少しずつヨーグルトを加えて混ぜてみてください。逆に緩くなりすぎてしまったっていう時はホットケーキミックスを少し加えて調整していただけたらと思います。で、あんまりねホットケーキミックス入れすぎちゃうと食感のふわっとさが半減してしまいますので、入れすぎには注意するようにしてください。で、この生地の硬さの目安なんですけれども、通常ねこう指で触っても指につかないぐらいとかねよく言うんですけれども、今回の生地の場合は指で触ってちょっとね生地が指につくぐらい、そのぐらいの硬さにしてください。なのでそのまま生地を形作ろうとすると手にね思いっきり生地がついてしまいますので、必ず手に油を塗ってから生地を形作るようにしてください。2回目ぐらいまではねいけるんですけれども、3回目ぐらいからまたね手に生地がくっつきやすくなってしまいますので、その都度かもしくはね2回に1回ぐらいはねサラダ油を塗り直してください。そうするとねこういった棒状になるんですけれども、こういった形じゃなくてまん丸にしたい場合はスプーンですくっていただいて、そのまま揚げ油の中に生地を入れていただいて OK です。あとはですね160度の油で3分から4分ほど揚げていただけたらと思います。今回トッピングにグラニュー糖とあとシナモンパウダーをまぶしました。このねシナモンパウダーが苦手な方はシナモンなしでも美味しく召し上がっていただけます。お好みで変えてみてください。で、このねトッピングするときは必ずねドーナツが温かいうちにトッピングするようにしてください。このドーナツが冷めてしまうとグラニュー糖がねくっつかなくなってしまいます。
ます。サクサク食感、ふわふわ食感、ザクザク食感、このね3つが楽しめるとても美味しいドーナツです。材料も手軽で作り方もすごく簡単なのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はリンゴドーナツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。